皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。暑い日差しを避けて場所を移動していたフイリパリダムです。水やりをすっかり忘れていて瀕死状態になっていました。危ない危ない。本当ならこのパープルヘイズのように今頃はもりもりに育っていたはずなのに、またやっちゃいましたね。他のセダムと一緒に並べておかないと、また水やりを忘れてしまいそうですね。カットして保険株としてこの鉢に挿していた粉雪はしっかり根付いているようです。年々夏の暑さが厳しくなる中、多肉ちゃんたちの夏越しも難しくなってきているので、皆さんもしっかり保険株を作っておいてくださいね。雑草が生えていると思い抜こうと思ったら、どうやら雑草ではなく多肉ちゃんだったみたいです。親株の粉雪は日の当たる方にみんな伸びてきてしまっていたので、鉢をひっくり返して調整中です。さっきの小梅ちゃんももりもりだったけど、カットした保険株も元気に育っていました。ホームセンターの見切り品で購入したライドウニシキです。よく見ると符が入っていない葉がいくつか出てきていますね。これは先祖返りしてしまっているようです。この符が入っていない青々とした葉は、斑入りの葉がなくなってしまう前に見つけたらすぐに取り除いてあげてくださいね。緑色の葉をそのままにしていると、斑入りの葉がいつの間にか消えてなくなってしまうなんていうこともあるので要注意です。このパープルヘイズの鉢にはかわいい花が咲いていました。リトルミッシーもカットして保険株を作りました。そしてここにもパープルヘイズがありますね。かわいい多肉ちゃんは何鉢あっても嬉しいんですよね。そして去年タニトモさんにいただいたフイリアロマティカスです。なんとか無事に冬越しして少しずつ葉が増えてきました。土が乾いていたので水やりをしておきました。去年は虫に食べられちゃってなかなか大きく育ってくれなかったので、今年は多肉棚の一番上に置いて育てていました。そういえばこの鳥かごのブロウメアナ、カットするのをすっかり忘れていてクモの巣が張っていたので、今日はこのブロウメアナをカットしておこうと思い持ってきました。まずはクモの巣を取っておきますね。庭にいるクモの種類はたくさんいますが、多肉ちゃんの葉にクモの巣を張るのだけはやめてほしいんですけどね。油断しているとあっという間にクモの巣だらけで、クモの巣をそのままにしておくと多肉ちゃんたちが蒸れてしまう原因にもなるので、なるべくこまめに取るようにはしているんですが、毎日取っていても次の日にはまた別の場所にクモの巣があったりするんですよね。皆さんのお家の多肉ちゃんは
蜘蛛の巣被害に遭っていませんか？ブローメ穴が結構伸びていたので、鳥かごの中の鉢を持ち上げるだけでも随分とたくさんのブローメ穴が切れてしまいましたね。今回は長く伸びている枝はすべてカットして、花柄がついているところもきれいに短くカットしておきますね。特に切る場所などは気にせずに、ハサミでバツバツカットしていきます。一周ぐるっと鉢の周りをカットしただけで、随分とすっきりしましたね。蒸れ予防のために上に重なっているブローメ穴もカットしておきますね。はい、ブローメ穴のカットが完了しました。思い切って短くカットしてしまいましたが、ご安心ください。カットすればするだけ、また勢いよく伸びてくるのがこのブローメ穴なんです。そしてカットしたブローメ穴を見ると、すでにトレイいっぱいになっていました。アンゴラと一緒に寄せ植えしていたブローメ穴も伸び放題になっているので、これも少し抜いたりカットしたりして量を減らしておきますね。まずはバッサリハサミを入れていきますね。多肉棚の一番上に置いてあったせいか、少し徒長気味でしたが、それでもしっかりとした葉がたくさん伸びていました。アンゴラの株元にまで伸びてしまっていたブローメ穴は抜いておきました。これでもまだちょっと茂りすぎているので、重なっている箇所は間引いておきますね。はい、アンゴラと寄せ植えしていたブローメ穴のカットもこれで完了です。今回カットしたブローメ穴を見てみると、トレー山盛りにありますね。皆さんのお家のブローメ穴も夏の蒸れ防止にカットしてあげてくださいね。楽天スーパーセールで園芸用品をいくつか購入したのでご紹介しておきますね。まずは散水用のロングタイプのノズルです。実は多肉棚の一番上の多肉ちゃんたちに水やりをするのに、毎回一鉢ずつ多肉棚から鉢を下ろして水やりをしていましたが、ちょっと大変だったので、このロングタイプの散水ノズルを購入してみました。もしかしたら皆さんの中にも使っている方がいらっしゃるかもしれませんね。私は散水ヘッドが小型のものを選んでみました。手元で
水量も簡単に調節できて、ヘッドは小さめのものを選んでみました。ガーデニングの天敵といえば蚊ですよね。天然成分で蚊が嫌う匂いを探していると、レモンユーカリがあったので、レモンユーカリの精油を購入してみました。実は去年はこの発火を使っていましたが、今年はこの発火油とレモンユーカリを混ぜて虫除けスプレーを作ってみようと思っています。こちらはアットコスメで購入したティーツリーオイルです。ティーツリーオイルは抗菌作用があるそうなので、土に数滴混ぜて使ってみようかなと思い購入してみました。以前から欲しかった竹を割る道具を知人にいただき、それを機会に今回はよく切れるナタを購入してみました。以前小さめのナタをホームセンターで購入していたんですが、切れ味が悪くて結局使わずにしまっていました。ということで今回はよく切れる日本製のものを選んでみました。試しに竹を割ったり、竹の節を削いだりしてみましたが、切れ味は抜群でした。これで竹ひごを作ってカゴを編んでみたいな、なんて思っているんですけどね。これで道具は揃いましたね。そういえば、ヒルゼンのハーブガーデンで購入したこの小型のオベリスクをご紹介していませんでしたね。ということでご紹介しておきますね。オベリスクって使わない時には邪魔になってしまうけど、こういう折りたたみ式のオベリスクなら使わない時は畳んでしまっておけるのも便利ですよね。デザインもお気に入りです。散水用のノズルもホースにつないでちょっと使ってみました。手元のハンドルを上に押し上げると水が出るようになっています。これは使い勝手が良さそうですね。2週間ほったらかしにしていた畑横の多肉花壇の様子です。草の勢いがすごくて、2週間ほったらかしにしていただけですでに草ぼうぼうでした。多肉ちゃんがどこに植わっているのかちょっとわかりづらいですよね。ここもきれいに草刈りしてあげないと。よく見ると小宝草が虫に食べられていました。こっちの多肉を植えた鉢を見てみても、パッと見は草しか生えていない感じですね。雑草は育たなくていいのに、これでは多肉ちゃんが負けちゃっていますね。最後にご近所のお母さんのところのみけちゃんを見ながら今日の動画は終わりたいと思います。初めて会った時にはガリガリの野良猫だったみけちゃんも家猫になって今はまるっと太って幸せそうですね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録、応援のハイプもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。